皆さんこんにちは、タサンシマです。今日はトウモロコシを使ってパンケーキを作ってみたいと思います。で、このトウモロコシのパンケーキはおかずにもなるし、本当に前菜みたいな感じでとかお酒のあてみたいな感じで作っても美味しいですし、ナチュラルな甘さなのでおやつとしても美味しいかなと思うし、はい、いろんな使い方ができるので、旬のトウモロコシを使って作ってみたいと思います。はい。じゃまず、トウモロコシなんですけど、選ぶときは、皮とか綺麗な取りたての方がやっぱり綺麗なので、乾燥してなくて綺麗なものを選ぶ。あと切り口とかを見てもよくわかります。そしてあとはずっしりと重たいもので、こういう風に皮がついてるものって中があんまり見えないので選びにくいんですけど、ちゃんとこう重さをしっかりずしっとくるようなものを選ぶといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれをこのままラップをして、はい、これで600ワットのレンジで5分入れたいと思います。じゃあその間に、バターを、湯煎にかけて溶かしたいと思います。で、このボウルで全部、最後まで進んでいくので、一番、大きなボウルを用意して、そこにバターを 50g と測って溶かしていきます。このバター測ったりするのも、私は結構ゲームっぽい感じで 50g どれぐらいかなって自分で考えて測ってやったとか、全然ダメだったみたいな感じでやると、ちょっと日々の料理も少し楽しくなるんじゃないかなと思います。で、そうやってやるうちにだんだん自分で考えて、50g どのくらいかなってやって測って違ったとか、ぴったりとか惜しいとかやってるうちにだんだん量の感覚っていうのが分かってくるようになってくるので、最初は全然違ってたりしてもめげずに自分で考えてから測るっていうことをやり続けるといいんじゃないかなと思います。はい、今 49g なんですけど、こんなちっちゃな誤差は気にせずにやった方がいいです。ここであんまりぴったり50g 一生懸命合わせるよりも、48でも49でもいいやっていうおおらかな気持ちで作りましょう。はい、じゃあ湯煎にかけてバターを完全に溶かしていきます。じゃあ今5分経ったのでトウモロコシを取り出します。はい。じゃあこれを熱いのでちょっと熱いの触れない人は少し粗熱を取ってから、外してください。じゃあはい。ちょっとかな。もうちょっとやろうかな。ちょっとここちょっと色が白っぽいのでちょっとやっぱりムラがあったようなので、これが黄色になるまであと1分ぐらい火を入れたいと思います。はい、見てみたいと思います。はい、大丈夫そうなので、進めていきたいと思います。じゃあこの、トウモロコシをこの溶かしバターのところに入れていくんですけど、やりやすい方法でやってください。まな板が小さすぎてちょっといろいろ飛び散っちゃったんですけども、こういう時は大きいまな板を使った方がいいかもしれないです。はい。はい、じゃあ全部入れます。
じゃあここに卵を、2個と牛乳を 50cc、50g で測ります。50g と 50cc あんまり変わらないので 50g 測って、それをミキサーに回して潰していきます。で、ハンドミキサーがない人は普通の縦型のミキサーでも大丈夫ですし、もしくはロボクープっていうんですかね、ぐーっと回る置き型の、ミキサーでも大丈夫ですし、ミキサーがないよっていう方は、トウモロコシを包丁で叩いて、もうしっかり細かくしてからここで混ぜ合わせるようにしてください。はい、私は、ミキサーを今日は使おうと思うので、卵と牛乳をまず入れます。じゃあ卵、牛乳です。はい、じゃあこれをミキサーに回していきます。はい、どこまで混ぜるかなんですけど、粗くても美味しいですし、すごいピューレにしちゃって滑らかにしても美味しいです。なので口当たりが滑らかに潰した方が柔らかくなるし、ゴロゴロちょっとこう手で叩いたりとか、例えば粗めにミキサーに回した場合はちょっと食べた時にボロッとした食感が生まれてくるので、その辺は好みでいいのかなと思います。はい。じゃあここに、ホットケーキミックスを入れるんですけど、その前に型の準備とオーブンを温めたいと思います。はい、今オーブンを200度で予熱しています。そして、型は、この前バナナのケーキで使ったサイズのものなんですけど、これにバターを塗っておきます。で、ホットケーキミックス、今回は 200g のものです。で、これ150とかになってくるとちょっと緩くなりすぎちゃうと思うので、180から200ぐらいのものがいいかなと思います。で、今バターを塗ったので、粉を少しここに落として、まんべんなく。はい。で、戻します。クッキングシートを引いちゃっても大丈夫です。そしてホットケーキミックスを一気に入れてよく混ぜます。じゃあ今回有塩のバターを使っているので若干塩味があります。でこれはバターじゃなくてオリーブオイルとかサラダ油でもできるんですけど、風味が若干変わってきます。でもバター持ってない方とかは他の油で代用してもらって、ちょっとだけトウモロコシなので甘いのでふわーっとするんですね。でそのふわっとした感じが良ければこのままで、もしちょっとキュッと締めたい味を食べた時になんかふわっとよりも少しちょっと締めた感じっていうんだかなんて説明したらいいんだろう、ちょっとこうグッとした感じの味にしたい場合は一つまみ塩を入れてください。で今日は有塩バターを使ってるので塩は入れないでおきます。はい。こういうのは全部もう本当に好みなので自分が食べてみて判断する、塩を入れるかどうか、もしくは有塩バターを使うか無塩バターを使うかオリーブオイルを使うかサラダ油を使うかみたいなのはもちろん持ってるか持ってないかで作ってもいいですし、あとは気分で決めてもいいですし、自由に自分の好みでやってください。じゃあこれを泡立て器だとムラがあるかもしれないので側面についた粉とかが残ってる
可能性があるので、最後はゴムベラを使ってしっかり側面とか底とかこそぎ取って、もう一回最後に混ぜるようにしてください。じゃあこの型に入れて全部入るかな。はい。じゃあこの空気を抜いて、じゃあこれを今、200度で30分、入れようと思うんですけど、オーブンによってはちょっと200度だと温度が高すぎて表面が焦げそうになってきたりとか、30分で中まで火が入らないってこともあるかもしれないので、初めて作る時は様子を見ながら、火がもう焦げそうだなと思ったらアルミホイルをかぶせたり、温度を低くしたり時間を長くしたりとか、そういう調整をしながら焼いていってください。はい。とりあえず30分ちょっと焼いてみたいと思います。で、もし途中で焦げそうだなと思ったらホイルをかぶせるか温度を下げるっていうことをしたいと思います。はい。で、湯煎にした時にこのお湯が残ってるので、こういうお湯は最後に洗い物に使えるので、こういう感じでお湯を最後まで使ってから洗い物をします。はい。今30分焼いてこんな感じです。焼き色と、途中でこの向きをこう変えたんですけど、もうちょっと焼いてもいいかなと思うので、ちょっと爪楊枝で刺してみたいと思います。はい、刺すときは一番この盛り上がってるところの厚い部分を刺して真ん中ぐらいまでを刺します。中心が一番火が入りにくいからということですけど、で持ってきて、でちょっとこう分かりにくいので触ってみて、で大丈夫かなと思うんですけど、もうちょっとだけ焼き色つけたいのであと5分入れようと思います。はい、はい、良さそうですね。もう一度刺してみます。じゃあこれをこのまま、粗熱が取れるまでこの状態で、網の上に置いて冷ましていきます。はい。では、粗熱が取れたので切って盛り付けたいと思います。はい、今日はトウモロコシを使ってパンケーキを作ってみました。今日はちょっと庭に生えてたルッコラと、生ハムが冷蔵庫にあったので生ハムを添えてみたんですけど、お砂糖もお塩も入れてないので、ホットケーキミックスの甘さとトウモロコシの甘さ、そしてバターの塩味がちょっと入ってるぐらいの優しい味になってます。なのでどっちにもいけて、おやつでもいいし、例えば生クリームとかを添えても美味しいし、アイスクリームとかとも合いますし、あとデザート寄りにするか、もしくは、こういうふうに生ハムとかサラダと一緒に食べておかず寄りにするか、いろんな食べ方があると思うので、朝食にもすごく向いていると思いますし、いろんな食べ方で食べてみてください。分量は概要欄のところに載せておきます。それではさよなら。では、試食してみたいと思います。まずはこのままトウモロコシの風味がすごくバーッと口の中に広がって、あとほんのり甘じょっぱいっていう感じがすごく優しくて、なんか子供に食べさせたいなっていう感じの味です。すごくなんかホッとするような美味しさです。
でちょっと、生ハムとも一緒に食べてみたいと思います。いいか、手で抜けて。はい、生ハムと一緒に食べると今度はもう本当になんかお昼ご飯とかちょっとアペリティフとかに良さそうな感じの雰囲気になりました。これバターじゃなくてオリーブオイルとかでやるともっと軽くなったりフルーティーな感じが出たりして雰囲気が変わると思うので、油分とかあとは塩分とか甘みをどうするかっていうのは食べてもらって自分でお好きなように調整して作ってみるといいと思います。どういう風に食べたいかによって変わってくると思うので、はい、こんな感じです。